サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、外ポケット付きの通帳ケースです。前回長いバイアステープの作り方をご紹介させていただきましたので、せっかくなのでバイアステープを使って作る布小物の作り方をご紹介させていただきました。このようにバイアステープでパイピングして作る通帳ケースです。中にはカード用のポケットが3つついています。大きめサイズですので通帳もすっぽり入ります。たくさん通帳をお持ちの方も一つにまとめて管理ができるのでとても便利だと思います。こちらは今回見本で作った通帳ケースです。このように可愛らしくボタンで飾り付けをしました。ぜひお気に入りの生地で作ってみてくださいね。最後までご覧ください。通帳ケースの材料紹介します。こちらは以前作り方をご紹介させていただいた自分で作るバイアステープです。市販のバイアステープをお使いいただいても大丈夫です。長さは60センチあれば足ります。18センチのファスナーです。今回表地と裏地は同じサイズです。縦14センチ、横幅21センチを表地2枚、裏地を2枚ご用意ください。表地には接着芯を貼ります。接着芯も同じく縦14センチ、横幅21センチを2枚ご用意ください。キャッシュカード用の内ポケットは縦10センチ、横幅21センチを1枚ご用意ください。こちらは外ポケットの表地と裏地です。どちらもサイズは縦11センチ、横幅21センチをご用意ください。外ポケットの表地には接着芯を貼ります。接着芯も同じく縦11センチ、横幅21センチをご用意ください。今回は外ポケットの表地にこのようにタグで飾り付けをしたいと思います。飾り付けはお好みでどうぞ。表地と外ポケットの表地に接着芯を貼ります。外ポケットの表地にタグで飾り付けをする場合はこの時点でタグを縫い付けます。まず半分に折っていただきまして中央に印をつけます。お好みの位置なんですけれども、今回は後で縫い代1センチでこちら縫いますので、こちらよりもだいたい 1.5 センチから2センチぐらい下のところに今回は縫い付けます。タグを縫い付けたい位置を決めましたら待ち針で留めておきます。縫い付けます。外ポケットの表地と裏地を中表に合わせます。こちらの上を縫い代1センチで縫います。それでは外ポケットの縫い代をアイロンで割ります。アイロンで割りましたら表に返してアイロンをかけます。外ポケットがこのようにできましたら本体の表地に仮留めします。角を合わせていただきましてピンで留めます。ピンで留めましたら3辺を縫いまして仮留めします。それではまず底から仮留めします。端から 5mm あたりのところを縫ってください。仮留めなので大体で結構です。
両脇も仮留めします。このように大体でいいので仮留めしておきました。それでは続いて内ポケットを作ります。まず内ポケットの裏面を上に向けて置いてください。両端を1センチ1センチで三つ折りします。三つ折りをしましたら端ステッチします。それでは裏地に内ポケットを縫い付けます。まず上から5センチのところに印をつけます。こちらに合わせて内ポケットを置きます。待ち針で留めましたら端から7センチのところにどちらも印をつけます。脇からそれぞれ7センチのところに線を引きました。そうしましたら底の部分を端ステッチします。そして両脇とこちらの7センチのところに引いていただいた線の上を縫います。それではまず内ポケットの底の端を縫います。底を縫いましたらこちらの脇を縫います。反対の脇も縫います。左右から7センチのこちらの引いた線の上を縫います。それではファスナーを縫い付けます。まず半分に折っていただきまして中心に印をつけます。表地も半分に折って中心に印をつけます。そうしましたらファスナーを裏向けていただきましてこちらの中心に合わせてファスナーを留めます。このようにファスナーを留めましたら端から 5mm で縫います。それではファスナーを縫っていきます。ファスナーを縫う際にはミシンの押さえをファスナー用の押さえに変えていただくと縫いやすくておすすめです。端から 5mm のところを縫います。こちらファスナーの取っ手の部分は下に引いておきます。途中まで来ましたらファスナーをまた閉じます。このように端から 5mm で縫いました。そうしましたらこちらの状態で裏地の方に中表に合わせます。ファスナーはこういった途中のところまで開いておいてください。このようにピンで表地と裏地を中表に合わせて留めました。そうしましたらこちら先ほど縫ったミシン目の部分よりも 2mm 下側の方ですね。2mm 下を縫います。それではこちらのミシン目の部分よりも下に 2mm のところを縫っていきます。
ちらの玉は開いておきます。このように2ミリほど下の方を縫いました。このようにファスナーを縫い付けることができました。そうしましたら、こちらの方は一旦表地と裏地を合わせてピンで留めておきます。そうしましたら、こちらの方ももう一方の表地と裏地にファスナーを縫い付けていきます。まず表地の中心に印をつけます。印をつけましたら、先ほどファスナーの中心に印をつけた部分を合わせて、このように裏返していただきまして合わせます。このように表地とファスナーをピンで留めましたら、端から 5mm のところを縫います。端から 5mm のところを縫っていきます。このように近づいてきましたら、ファスナーを開いて溶かしておきます。このようにファスナーを縫い付けることができました。そうしましたら、裏地のこちらがカードのポケットが開いている部分ですね。このように裏地を置いていただきまして、中表に合わせます。ファスナーは途中まで開けておいてください。ピンで留めましたら、先ほどと同様に 5mm で縫ったミシン目よりも 2mm 下のところを縫っていきます。それではミシン目よりも 2mm の位置を縫っていきます。途中まで来ましたら、こちらファスナーを閉じておきます。このように 2mm 下側の方を縫いました。このようにファスナーを縫い付けることができました。そうしましたら、先ほどの留めたピンは外していただきまして、この端の部分を少しこのように引っ張りながらアイロンで押さえていきます。アイロンで整えましたら、端の部分を端ステッチします。その際に裏地と表地がずれないようにピンで留めておきます。このように留めましたら、端から 3mm のところを縫います。それではこちらの端から 3mm のところを押さえステッチしていきます。近づいていましたら開いておきます。反対側も同様に端から 3mm のところを縫っていきます。近づいてきましたら閉じておきます。こんな感じです。こちらを押さえステッチしましたら、先ほど表地と裏地の方をこのようにピンで合わせて留めていますので、こちらを仮留めしておきます。その際にはこちらもファスナー用の押さえを普通のミシン押さえに戻しておきます。
大体でいいので、先ほどと同じように端から 5mm のところを仮止めします。そうしましたら、脇の方もずれないように仮止めします。こちらも同様に表地と裏地の方を仮止めします。このように表地と裏地の方をずれないように仮止めしました。このように表地と裏地がずれないように仮止めをしました。そうしましたら、ファスナーをだいたい半分ぐらい開いていただきまして、外表に合わせます。そしてこちらのファスナーの端の部分がずれないようにピンで留めます。こちらもこのファスナーがちょうど合わさっているように合わせましてピンで留めます。ピンで留めましたら、両脇と底もピンで留めます。このようにピンで留めましたら、生地がそれぞれずれないように仮止めをします。それでは生地がずれないように仮止めしていきます。大体でいいんですけれども、端から 5mm のところを縫います。このように仮止めしました。それでは本体の底のカーブを描いていきます。カーブは半径3センチから5センチの円のカーブでしたら、特に何センチでも構いませんので、お家にあるこういった丸いものを使ってカーブを描いていただいても大丈夫です。こちらのカーブですと半径3センチの円が描けます。今回はだいたい半径4センチのカーブを描きます。特に決まりはありませんので、大体でこのようなカーブを描いていただきましたら、こちらの描いた線の上を縫います。カーブの上をこのように縫いましたら、こちらの縫い目のギリギリのところでカットします。このようにカーブの部分をカットしましたら、バイアステープでパイピングします。それでは本体のこちらの周りの部分をバイアステープでパイピングしていきます。その際にファスナーはこのように途中まで開いている状態にしておいてください。それではパイピングする際なんですけれども、このようにだいたい1センチから 1.5 センチはみ出している状態にしておいてください。そしてこちらのバイアステープの右側の端をこちら本体の端に沿わせて合わせます。そして縫い進めていくんですけれども、針を縫う位置はこちらのバイアステープの折れ線よりも少しだけ気持ち外側の方 1mm か 2mm あたり横の外側のところを縫います。このように折れ線よりも 1mm か 1mm から 2mm 外側のところに針を入れました。そしてこちらの端の部分は上の端の部分よりも 5mm から1センチほど進んだところに最初は針を入れます。そしてこのように一旦進んでいただきましたら返し縫いするんですけれども、返し縫いする際はこのファスナーのこちらの端の部分のところまで戻ります。そして縫い進めます。バイアステープをこのように本体に合わせながら縫い進めていきます。カーブの部分も少しずつこのようにバイアステープもカーブさせて少しずつ縫っていきます。少しこのように引っ張りながらシワにならないように気をつけながら少しずつ縫います。こんな感じです。
バイアステープをこのように縫い付けましたら、こちら最後のところも端から1センチから 1.5 センチのところでカットします。そうしましたら、カーブの部分など少し幅が広い部分は少しだけカットします。そうしますと、パイピングした時に綺麗に仕上げることができます。その際にバイアステープを一緒にカットしてしまわないように気をつけてください。少しカットしましたら、カーブのところに少しだけ切り込みを入れておきます。それではバイアステープをこのようにくるりと返してください。そしてこちら端のミシン目のところに少しかぶせるような形で留めておきます。こちらの端の部分はこのように折っていただいて、それからこのように折ります。このようにピンで留めましたら、こちらの端の部分をミシンで縫ってパイピングしていただいてもいいんですけれども、ミシン目が出ないように綺麗に仕上げたい方は手縫いでこちらを縫います。今回は手縫いでまつって仕上げます。こちらの端のこの折っている部分も手縫いでまつります。最後にアイロンできれいに形を整えていただきましたら、こちらで完成です。通帳ケースが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。